いつも Diva モッド関連でお世話になっております。あずきさんと申します。今回はメッシュごと移植したボーンの位置や向きの変更をゲーム内に反映させる方法の説明をさせていただこうと思ったのですが、メッシュとボーンの移植の説明をちゃんとしたことはなかった気がしたので、メッシュとボーンの移植方法と移植した部位の位置や向きを変更させる方法の2つに分けて説明をさせていただきます。今回の動画ではメッシュとボーンの移植方法のみを説明させていただきますので、すでに理解されている方は次の動画に移っていただいて構いません。まずは改造に使うファルクファイルと Diva スキンテキストを MMM の作業用フォルダにコピーしておきます。今回の例ではミクのデフォルトヘアにメイコのブルークリスタルについている髪飾りを移植します。ミクのデフォルトヘアはミクアイテム500、ブルークリスタルのヘアはメイアイテム521ですので、必要なのはこの4つのファイルになります。その後は2つのファルクファイルを FBX ファイルにエクスポートします。メイアイテム521の方はバイナリファイルにもエクスポートしておいてください。次に今エクスポートした2つの FBX ファイルをブレンダーで順にインポートします。映像では省略されていますが、インポート時の設定変更は忘れないようにしてください。インポートしたら今回使わないパーツを削除していきます。ミクヘアは一旦非表示にしておいて、ブルークリスタル側で使わない髪飾り以外のメッシュを削除。作業しやすいように髪飾りの2種類のメッシュはひとまとめに結合しています。その後はシフトキーを押しながらボーン、メッシュと左クリックで複数選択してから、コントロールキーとタブキーの同時オシリングメニューでウェイトペイントモードに移行。ボーンに対してオルトキーを押しながら左クリックをすると、ウェイトが塗られているボーンを確認することができますので、この髪飾りの動作に必要なボーンを調べます。この操作の時に使うキーは、ブレンダーのバージョンによっては、コントロールプラス左クリックの場合があります。反応しない場合は、キーを変えてみてください。この髪飾りではヘッドドレスの L と R、あと顔のボーンが使われていることが分かりました。それ以外のボーンは今回の作業では不要ですので、編集モードに変えて削除します。削除が終わったら、髪飾りのメッシュとボーンをミクの髪とまとめます。右のツリーでコントロールキーを押しながら、髪飾りのメッシュ、ミクヘアのアーマチュアと順に左クリックしてから、右クリックメニューのペアレント、アーマチュア変形を実行してください。そのままですと MM プラスのモデル側に設定されていた角度情報が削除されてメッシュが倒れてしまいますので、左下にあるトランスフォーム維持にチェックを入れます。これでメッシュのまとめは OK です。次はボーンをまとめます。非表示にしていたアーマチュアの表示を戻した後に、髪飾りのアーマチュア、ミクヘアのアーマチュアの順にコントロールキーを押しながら左クリック、右クリックメニューでは結合を実行します。これで一つのアーマチュアにまとまりはしましたが、ボーンは正しく接続されていないのでつなぎ直します。ボーンの編集モードに切り替えたら J、ガオ、WJ の文字列をコピーしておきます。その後、ヘッドドレス L のボーンを選択して、ボーンのプロパティを開きます。関係というタブがありますのでそこを開いたら、ペアレントの項目に先ほどコピーした J、顔、WJ の文字列を貼り付けます。終わったら、ヘッドドレス R も同じようにペアレントの項目を書き換えてください。これでボーンのつなぎ直しは行いましたが、このままですと顔が2つありますので、何もつながっていない顔001の方を削除します。ブレンダー上で行うメッシュとボーンの移植作業はこれで完了です。今回は次の動画で説明するボーンとメッシュの位置などの変更は行っていないので髪飾りが髪の毛に潜っていますが、現時点では問題ありません。エクスポートから FBX ファイル形式で保存してブレンダーを閉じます。
保存する際の設定変更は忘れないようにしてください。ここからは MMM での作業になります。まずはベースとなるファルクファイルを開きます。今回の例だとミクアイテム500ファルクです。オブジェバイナリーを右クリックして先ほど保存した FBX ファイルをリプレイスします。マテリアルに変更はないので、すべてのチェックを外して OK をクリックします。ただし、今回移植した部分のマテリアルは MMM が簡易的に行った状態になっているので、元のファイルを参考にして修正する必要があります。ベースのファルクファイルと髪飾りの入っていたファルクファイルの両方を開いて、同じマテリアルの差異を調べます。今回の例で該当するマテリアルはアルファなんちゃらと M521 なんちゃらの2つでした。この2つを比較すると各マテリアルの4つ目の項目が全く違うことがわかります。具体的に説明すると、髪飾りの入っていたファルクファイルではエンバイロメントキューブであるのに対し、移植を行った方はトランスパレンシーになっています。これは現状の MMM の仕様で FBX ファイルの置き換え時にファルクファイルに入っていなかったマテリアルが追加されると、4つ目の項目だけはカラーで使われているものと同じテクスチャが割り当てられたトランスパレンシーとして登録されるためです。そこまでではないですが、ゲーム画面上で見た目が違ってしまう可能性があるので、これを修正します。最初に余計なトランスパレンシーを削除します。カーソルで選択してコントロールキーを押しながらデリートキーで削除することができます。次に同じテクスチャが含まれているかを確認します。もしもないようならば、元のファイルからエクスポートして移植したファルクファイルにインポートしてください。今回は同じテクスチャがありましたので、これをそのまま使用します。マテリアルを選択したら、右クリックメニューからアドマテリアルテクスチャを実行し、追加するテクスチャを選びます。左下のマテリアルテクスチャタイプでは、元ファイルと同じエンバイロメントキューブを選んで OK を押してください。もう片方のマテリアルでも同様にエンバイロメントキューブのテクスチャを追加しておきます。その後、マテリアルの値を元のファルクファイルからコピペします。具体的には、この赤枠内の文字列や数値です。対象のマテリアルすべてで各項目をコピペしてください。コピペし終えたら元のファルクファイルは閉じて構いません。次はボーンに関するデータの追加です。ボーンそのものについては FBX ファイルの置き換え時にこのファルクファイルに追加されましたが、枠が追加されただけで中身がありませんので、その中身を元のファイルから持ってくる必要があります。やり方ですが、まず最初にスキンの右クリックメニュー内からインポート EX データを実行します。そして序盤にエクスポートしたオブジェバイナリを選んでください。オブジェバイナリの代わりにファルクファイルそのものを選んでも構いません。追加するデータを選ぶウィンドウが表示されますので、そこから移植したボーンを選びます。今回の例ですと、ヘッドドレスの文字が含まれている2つです。最後に、オブジェバイナリの右クリックメニューから、コンバートトライアングルスなんちゃらを実行したら、MMM での作業は終わりです。なお、MMM での今までの手順に順番はありませんので、手順を飛ばしてしまったからといって、最初からやり直す必要もありません。次は、Divaスキンテキストの編集です。このファイルには、各ボーンがどのように動くかなどの情報が記述されていますが、移植したボーンの行はもちろん存在していないので、書き写す必要があります。まずは移植のベースにした側と移植したパーツがもともと入っていた側の両方の Divaスキンテキストをテキストエディタで開きます。そうしましたら、ボーンの名称に含まれていた単語で検索してください。今回の例ですと、ヘッドドレスなどです。数十行見つかると思いますので、その行をコピーして移植した側の Divaスキンテキストにペーストします。Divaスキンテキストは、上からアルファベット順に記述されていないと正しく読み込まれないので、ペーストする位置にも気をつけてください。
シーヘッドドレスならば、シーヘアとシーテールの間に入れるといった具合です。なお、桜エディタならば、最下行などの適当な位置にペーストした後に、コントロールプラス A で全選択してから、オルトプラス A を押すだけで、最適な順に並び替えてくれます。編集が終わったら保存して作業完了です。ファルクファイルと dbuskin テキストをモッドのフォルダにコピーして、ゲーム内で実動作を確認してください。今回の例は、次の動画で解説するボーイやメッシュの移動と回転の手順を含んで完成となる改造のため、現段階では髪飾りが髪の毛に潜り込んでいますが、位置に問題がないアクセサリーなどのパーツの移植の場合には、この作業のみで完成となります。移植したパーツが表示されなかったり、垂れ下がっていたりする場合には、どこかの手順が抜けていますので、改めて手順をご確認ください。それでは、引き続き次の動画をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。